超高性能 AI がここぐるっと一周さ、ハンダゴティここにつけます。こんな感じ。主人公が第1話で周りのパーツも巻き込む攻めたハンダ都市伝説スイッチ若干入る。大丈夫かみんな。ここにつけて、これあんまやりたくないけど特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。前回ここまで作りました。動画まだ見てない人は今すぐ見てもう一回戻ってきて。で、今回の動画はこの続きというか、これもね、新しい仮面ライダーをみんなと一緒にいろんな設定を予想しながら、なおかつそれをアイテムにしていこうというね、新しい試みです。だから話半分で聞いといて。実際に次の仮面ライダーの情報がどんどん公開されてって、パウチの予想がどんだけ当たってるのかっていうのに注目するもよし、いやもう当たってる外れてるとかじゃなくて、これはこれでおもろいわって言って楽しんでもらうもよし、もういろんな楽しみ方してくれるの嬉しいから。ということで続きをやっていきましょう。で、まずこれね。特撮改造エキシビジョン。ちょっと変更点思いつきました。というのも僕ね、木金と久しぶりにキャンプ行ってきたんですよ。僕趣味がキャンプでございまして、夫婦でキャンプ行くんですけど、もうね、半年ぶりぐらいかな。やっと行けたよ。気持ちよかった。それで、テント立ててる時に、ふとね、月っていうキーワードが浮かんだんですよ。で、これもともと眠りとか夢モチーフっていうので作ってたでしょ。月っていうのは人間の眠りと非常に密接な関わりがあるわけです。新月と満月とかね。で、もうちょっと踏み込んだこと言うと、月の周期は28日で、女性の周期も28日。そういう共通点もあって、やっぱ人間の体にとってね、そのバイオリズムっていうの、浮き沈みにとって、月っていうのは切っても切れない縁があるわけですよ。それに日本にはかぐや姫の物語もあるでしょ。ちょっとかぐや姫は飛んじゃうけど、あれ実際にあったことやからね。ちょっと都市伝説スイッチ若干入るけど、前回の動画でミノタウロスも本当にいたからねみたいなテロップ入れたんだけど、誰も反応してないけど大丈夫かみんな。ミノタウロスとかああいう空想上の生き物とされるものは全部遺伝子操作で作られてるぞ、過去に。彼らがいた時代っていうのが確かにあって、人間も遺伝子操作の結果作られた存在やから、そういうのもね、やっぱ当て込んでいかんとダメなんですよ。っていうかそうやな。ミノタウロスの要素を入れようとは思ってないよ。かぐや姫の要素も入れられたら入れたいけど難しいかなとも思ってるけど、月とね、密接に眠りっていうのは関係してるんだよってことだけ覚えといて。ごめんなさい。で、最初ドリームカプセルって言ってたでしょ。でも月が浮かんだ時にドリームカプセルじゃなくてムーンカプセルとか、でムーンに似てる言葉でルーンっていう言葉がいる。ルーン文字みたいな。ちょっと待って。噛んだよね。ルーンっていう言葉がいる。ルーンっていう言葉がいる。言葉がいる。逃がさんぞ。で、ルーンカプセルとかいろいろババババって本当にね、ストンって月って落ちてきたのよ。だからこれはなんか運命なのかなと思って、ちょっと月に変更っていうので、ムーンカプセルの方がいいかな。ドリームカプセルよりムーンカプセルなのかなっていう気がしてきて。だからね、カプセルもね、月をモチーフにした丸いカプセルをこのど真ん中にポコンって入れるっていう方がインパクトあんじゃないかなって。やっぱ予想やから、勝手な予想やから、いろいろあっちゃこっちゃ行くわ。だからちょこちょこっとこう目線だけでもねお付き合いいただければと思う。僕のぴったり横にみんなついてきてねとは言えない、さすがにね。でも目線だけちょっと僕が右往左往してるところを追っかけていただいて、パウチ悩んでる、あっち行った、またこっち行ったっつって、そうやって楽しんでもらえたらなと思いますよ。想像力に身を任せて失敗を恐れずに楽しく作っていきましょう。まずここに月を模した、丸いカプセルはめられるようにしていきたいと思います。カプセルというアイデアはそのままいきます。で、そのカプセルというのがこちら。僕最近ガチャガチャの本体を買ったので、それについてきたカプセルです。で、上だけ透明っていうね、僕はこれで十分だと思ってます。で、これがここにボコンって入るようにしたいんですよ。だからまずここに穴開けてみよう。ハンダゴティングー。これはもうひび割れじゃなくて、そのまんま穴開けていきます。周りのパーツも巻き込んだ攻めたハンダゴティングね。よっしゃー取れた。ここからは真ん中にカプセルを固定する仕組みを考えていきます。そしてこれは粘着がついたトップバッカーというやつです。ホームセンターに売ってます。目地材ですね。隙間埋めるやつかな。ちょっと固めのスポンジみたいな。これをわからんけどここぐるっと一周させて、この粘着はそんな強くないからどうせ後でグルーガンで補強しないとダメなんだけど、これでとりあえず一周さしてこれを入れると。ちょっと狭いのか。無料んって浮き上がってくるね。これでギュッとなるかなと思ってんけど、もっと削らなあかんのか。で、穴を広げるために削ってる最中に、ちょっと面白そうなアイデア思いついたのよ。ちょっと思いつきでやってみたいんだけど、磁石を仮止めでちょっとここにつけて、ここにもちょっと穴開けて、これあんまやりたくないけど、今開けた穴に磁石を詰め込んで、磁石ちょっと仮で仕込みました。これで、ここに
全然広い。全然広いな。広いって言うてんのは、ここの隙間に対してこのカプセルが広かったっていうね。カプセルと穴の幅の違いもそうなんだけど、磁石の位置も全然違った。カプセルの磁石がここに対して、時空ドライバーにつけた磁石がこの辺、めっちゃ下やって。で、時空ドライバーをもっともっと掘っていって穴を深くしてはめるっていうのもあったんだけど、僕ここでね、頭によぎりました。ロード・オブ・ザ・リングのサウロンの目ね。これ見てもらうとわかるけど、柱が2本立ってて、その間に丸い目があんのよ。これ再現できないかなと思ってちょっとやってみます。これね、ハンマーレイズバックルの中身のパーツなんだけど、まずこれ半分に切ってみるね。で、こうしてここにこんな感じ。もちろんグルーガン塗って貼り付ける。今貼り付けたパーツにゴティングで磁石の穴を開ける。そして磁石をはめるんだけど、カプセルに取り付けた磁石と極が反対にならないように注意やね。周りのプラスチックを溶かしてちょっとだけ磁石にかぶせる感じ。グルーガンとプラスチック溶かしダブルでくっつけてるから、これは頑丈やで。はい、今こんな感じで突起の先に磁石がついてます。これでセッティングしてみよう。ちょっと浮いてるみたいで、かなり良くないか。逆か。かなり良くないか、これ。ほらほらほら。いや、なんか神聖なものな感じするやろ。ほい。いや、気持ちいいわ。ほい。やった。やったやった。これで中央にカプセルをはめるシステムができました。石倉一馬さんの枝木。家具製作で出る端材を捨てずに作品に変える。枯葉や枯れ枝を探す楽しみが日常に増えます。この前の路地裏ガレージマーケットでのイベント出店で知り合いました。家割と近所。木材にも個性がある。表情がある。石倉一馬、枝木。じゃあ次はこのドライバー、今かなり横長ですけど、これを少し丸みを持たせた月のイメージに近づけていきたいと思います。それに使うパーツは、みんな大好きパイプです。ウィン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 。これ別の改造に使ってたやつなので、黄色い色が塗られてます。通常はオレンジか灰色ですね。ホームセンターに売ってます。ここが繋がれてるよっていう感じで丸くしたいんだけど、ちょっと長いな。切りましょう。これなかなかね、切るの大変なのよ。こんな感じで斜めに切ってといたら、ここにくっつけやすいから、斜めにいかなあかんのだけども、ハンダゴテにしよう。なかなかね、硬いパイプでね、使い方が難しいのよ。デザインはもう抜群やから大好きなんだけど、なかなか大変やね、使いこなすのが。で、これはすごく硬いから、最初に思いっきりこうやって曲げといて、ぐーにゃーってこう曲げといて、ここにつけます。こんな感じで。ビス止めはパイプの両端2箇所やね。よっしゃー。はい、これで少し丸いイメージになりましたね。で、上も同じ感じでいきます。はい、こんな感じです。ちょっと丸いイメージになったかな。でも月とはちゃうな。なんか足してもうちょっと月のイメージに近づけていきたいなと思うけど、まあ今のところこんな感じで。月の要素って何やろう。何を貼れ、うさぎが餅ついてるラビットタンク兄さん読んで餅ついといてもらうもう意味がわからへんなコントみたいになってる。さて、こっからはですね、またちょっと設定の話入ります。まず今までの工程でこのカプセル。カプセルもこれ当然これで完成形じゃないですよ。もっとちゃんと加工しますけど、これをとりあえずここにはめてね。で、こう回して、変身みたいなイメージなんですけど、これ元カプセルで、こっちがムーンカプセルって言いましたね。で、こっちは眠りの間のホルモンバランスを整えたりする、なんか薬品的なものが入ってるという設定ですね。なんか何かしらの成分が入ってるという。で、それが変身をこう助けてくれるみたいな感じです。一応バランス取ってくれるっていう。このドライバー自体にも AI が搭載されていて、最新の科学技術でというか、月の科学技術で、月の方が当然ハイクオリティなね、科学が進んでますから、そっちの科学力で作られた超高性能 AI がこれに搭載されてるという設定です。で、主人公は、眠りに近い状態で変身するんじゃないかと。だから、どうなんやろな。実験で薬で眠らされてるとか、このドライバーを装着すると眠りと同じ状況に陥るとか、あと、ゴーストを元に考えると、タケルくんって第1話で死ぬでしょ。で、魂の状態になるやん。そんな感じで、眠りの状態と、その魂だけのスピリチュアルな状態っていうのは結構近いという説があるから、眠り、なんか事故って昏睡状態で眠っちゃって、
て、だからタケルくんと一緒ね、殺されてゴーストになる力を手に入れるっていう感じで、主人公が第1話で事故って、次回この設定の続きと通常モードとナイトメアモードの説明もお休み。今回の動画も良かったっすか？グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。いや、僕はね、動画を最後まで見てくれたあなたが大好きなんですよ。作るって楽しいをもっともっと広めていくためには、ファンの皆さん、ワンネスたちの力が必要です。自分の好きなものを作って楽しむ。これがやっぱり幸せなんですよ。作るって楽しい。